ご視聴ありがとうございます。今回は巨大都市に根付く異色の交通機関に迫ります。ある特徴を持つ都市で発展した乗り物の歴史とメカニズム、そして気になる未来を解説します。迫力満点の走行風景の数々にも注目です。というわけで、またしても日本を飛び出し、アメリカ西海岸、カリフォルニア州サンフランシスコに到着です。アメリカ本土では日本から近い都市の一つで、成田空港から片道11時間ほどで行けます。LCC も飛んでいるので、時期によっては片道数万円で行けます。中心部へは郊外鉄道があり、3、40分でたどり着ける便利さです。ここが中心部の駅の一つ、パウエルストリート駅です。空港周辺では高架になっている郊外鉄道は、中心部では地下線になっています。地下を走る路面電車と改札が向かい合っているのですが、それは一旦置いといて、階段エスカレーターで地上に向かいます。地上の様子がこちら。商業施設も多く、観光客が集まるエリアだけに活気にあふれています。この道路には路面電車やトロリーバスが走っており、一般車両の通行が制限されています。街の中心エリアだけあって、歩道にはこんなものが。サンフランシスコが姉妹都市提携を結んでいる都市で、大阪や台湾の台北の名前もあります。そしてこの道路のすぐ横に何やらにぎわっている場所があります。人だかりの真ん中にあるのは転車台で、車両を乗せて向きを変えるための設備です。そして看板にはケーブルカーの文字が。大都市の真ん中で見かけることはまずない乗り物ですが、これがこの街の特徴です。車両の前半分は窓がなく、座席が外側を向いているのに対し、後ろ半分は窓があり、座席は内側を向いています。車両をクイッと曲げ、スピーディーに転車台に乗ります。奥の突起に車輪を突き当て、位置を合わせます。転車台の突き当たりには信号があり、青い線を確認してから車両を入れます。車体が乗ると係員がストッパーを外し、2人がかりで車両を回転させます。なお、ストッパーが外れた時に信号の表示が変わっています。この転車台は人力で2人か3人がかりで回転させます。車輪がギリギリ乗るサイズなので、車体そのものは結構はみ出しています。車両の向きを変え終わると、今度は軽く押して転車台から離します。こちらの軌道は奥の乗り場までが下り坂になっており、少し弾みをつければ止まらず進みます。そしてその間に転車台を最初の位置に戻します。小刻みに揺れる動きからして、所定の位置に合わせれば自動でロックされるようです。列に並び始めてから30分余り、私が乗る車両が到着です。私が陣取るのはもちろん先頭部。ステップに立って乗ることもできるので、右前方一番前を確保です。乗り場の横にも注意書きがあります。左上から順に動いている車両に乗らないこと、接近する車両などに注意、カーブでは捕まる、体を乗り出さないこと、運転手の後ろに立たない、車内天井のコードに触れたり、ベルを鳴らしたりしないことです。出発です。観光地だけに写真を撮る人もいて、乗務員が注意喚起します。ハローは挨拶だけでなく、注意を呼びかける意味もあります。木々を抜けたところから、いよいよ勾配が急になります。その両脇には進入禁止の看板、そして奥にはさらに凶悪な勾配があります。路線図がこちら。パウエルハイド線、途中で分岐するパウエルメイソン線、そしてカリフォルニアストリート線の3つで、私が乗っているのがパウエルハイド線です。カリフォルニアストリート線は一つの通りに沿っているため、通りの名前がそのまま路線の名前なのに対し、他の2路線は複数の通りにまたがっているため、両端の名称が路線名になっています。そして、カリフォルニアストリート線の両端には車両の向きを変える転車台がないため、両側に運転台がある車両が使われており、運行系統も独立しています。他の2路線の車両は同じで、側面上部と先頭の行き先板は表示を変えられるようですが、
運行中に表示を変えることは少ないようです。なお、車両基地はここにあり、回送用の線路があるほか、カリフォルニアストリート線の車両が他の路線を走ることもあります。乗車料金は区間に関係なく均一で、1回8ドル、1ドル150円換算で驚きの1200円です。乗り継ぎ割引などはなく、1乗車につき1回カウントです。これはアメリカの物価が高いとかの話ではなく、もちろん例外的なもの。市内を走る一般の路面電車は大人1回あたり3ドル、1ドル150円換算でも375円と日本の水準よりは高いですが、ケーブルカーより安いです。普通に乗るとかなりお高いですが、サンフランシスコ市営鉄道が運行するバスや路面電車にも乗れるフリーパスがあり、観光に便利です。序盤で出てきた看板にあった MUNI というのがサンフランシスコ市営鉄道の略。これはミュニと呼ばれ、線がぐねぐね曲がったロゴが特徴です。フリーパスがあるとはいえ、ケーブルカーは普段使いできる価格帯ではなく、乗客のほとんどが観光客です。これまでの映像からお分かりの通り、このケーブルカーは日本国内のものとは大きく違います。国内のケーブルカーは鶴瓶式という方式が主流で、ケーブルの両端に車両がつき、2両の重さがある程度揃うため、少ないエネルギーで動かせます。車両には動力がなく、一番上の制御室でケーブルを動かし、路線の途中で2つの車両がすれ違います。このケーブルカーは車両に動力がないのは日本と同じですが、転車台で向きを変えたり、人力で押していたことからもわかる通り、車体はケーブルとつながっていません。ケーブルは時速およそ 14.5 キロの速さで常に動いています。このケーブルはループ上で循環式と呼ばれます。ケーブルを動かす機械は車両基地に併設されたケーブルカー博物館にあります。見学もできるので後で行ってみましょう。車両にはケーブルをつかむための機構、グリップがあり、これでケーブルを掴んで車両を動かします。掴む強さはコントロールでき、路面の状況に応じて変えるほか、止まるときはケーブルを離し、ブレーキをかけて止まります。黄色いところはグリップマンが立つエリアで、運行中はその後ろにも立てません。サンフランシスコにケーブルカーができたのは、この街の成り立ちが理由です。もともと土地の高低差が大きく、市内には急斜面が大量にあります。しかし道路は格子状に整備され、急坂が増えて開発が進まなくなります。パウエルストリートの辺りの坂はまだ緩やかですが、ちょっと走ればこの勾配。これでは一般の路面電車は走れないです。このような急坂で馬車が登りきれずに転倒する事故が起きたのをきっかけに、ケーブルカーの建設が始まりました。1873年に最初の路線ができ、1890年には24路線に増えました。これによって丘陵地帯の開発が進み、他の都市にも真似するところが現れましたが、その後普及した路面電車に役目を奪われていきます。1906年、サンフランシスコ大地震でケーブルカーは壊滅的な被害を受け、1912年には路面電車が物理的に運行できないほど坂が急な場所を中心に8路線だけが残されました。その後も廃線が続き、1947年には当時の市長がトロリーバスへの切り替えを提案。それに対する市民運動が展開され、ケーブルカーの維持をカリフォルニア市の義務とする住民投票が賛成多数で可決されるに至ります。66年にはアメリカの国家歴史ランドマークに指定されています。というわけで、カリフォルニアストリート線との交差部分に到着です。ここを過ぎたところが停留場ですが、安全地帯のようなものはなく、歩道と直で行き来します。ここには係員がいて、必要に応じて交通整理もします。カリフォルニアストリート線は海沿いに行かないので他より利用客が少なく、公式も待つのが嫌な人におすすめしています。地味な路線ですが、一貫して幅の広い道路を走るので眺めも良く、車両も大きいので一度にたくさん乗れます。坂道を降ります。理論上はケーブルに捕まっていれば速度を一定に保てますが、
補助的なブレーキも必要です。ケーブルカーの機構は全て人力で、乗務員はグリップマンと呼ばれ、一般の鉄道の運転手とは異なる操作が求められます。屈強な体格は必須ですが、それだけでは足りず、訓練コースにチャレンジした人のうち 30% しか試験に合格しないといいます。グリップマンというだけあって男性が多いですが、女性のグリップウーマンもいます。各車両には車掌もいて、2人1組で乗務します。この先で道路が狭くなり、上下線を同じ道路に敷けないため、逆向きの線路が左に離れます。奥にあるのは車両基地から出てきた車両を通すための線路です。ここでハイド線とメイソン線が分岐。この列車はハイド線なので左に進みます。ここも停留場なので一旦停止。メイソン線の場合、この間に車掌が降りてポイントを操作し、ポイントを通過した後で再び戻します。分岐と言いつつ、実際に線路が離れるのはまだ先です。分岐ではケーブルを離さないといけないので、下り坂にポイントを置く必要があるからです。カーブに入る前はホールドオン、捕まっての掛け声がかかります。しっかり捕まっていないとふるい落とされそうになるカーブです。一旦坂を降りたと思ったら再び上り坂、起伏の激しい地形です。メイソン線が分岐です。あの奥で高さを下げて再び戻す凄まじいアップダウンです。そしてここは停留場の一つでもあり、上り坂に半分突っ込んで止まります。坂の途中で左から別の線路が合流してきました。これは車両基地への線路です。ここでちょっと寄り道です。車両基地の隣にはケーブルカー博物館も併設されています。まずはこちらに入ります。館内には2つのフロアがあり、上のフロアから一望できるのがケーブルを動かす装置です。鶴瓶式のケーブルカーでは一番高い場所に装置がありますが、循環式は違います。ケーブルを動かす巨大な滑車が爆音を立てながら稼働しています。路線は3つですが、ケーブルはご覧の4本あります。これはかつてケーブルカーが走っていたルートを活用したからです。また車両の多い区間のケーブルを独立させることで負荷を軽減しています。これらのケーブルは運行するたびにバンバン伸びていきます。新品のケーブルは1週間でおよそ15メートル伸び、そのままではダルンダルンになるため、奥の補助滑車を動かしてケーブルを張っています。グリップや滑車の仕組みの解説や懐かしの車両、ケーブルの配置に至るまで細かな展示が目白押しです。ケーブルカーの建設に尽力した技師アンドリュー・ハリディの写真もあります。なお彼の写真はケーブルカーの側面にもあります。博物館でお腹いっぱいになりそうですが、この隣には本題の車両基地もあります。車両の出入りはとても簡単。入庫するときはここが坂の途中にあるのを利用し、上り坂の途中で車両を止め逆走して入庫します。車庫内の軌道にもケーブルがあり、人力で押す箇所をなるべく少なくしています。車両基地は通り抜けられる構造で、出庫するときも下り坂を利用します。その様子がこちら。他の車両が来ないタイミングを見計らいます。勾配と曲線が複雑に絡み合う場所を巧みなグリップさばきでスムーズに走り出し、本線に合流。どれを見ても規格外です。車窓に戻ります。峠を越え、この先で右に曲がります。正面にはハイドの文字。ここから先が路線の由来のハイドストリートです。反対向きの軌道と合流です。かなり分かりにくいですが、正面のポイントは上下線をつないでいるのではなく、一番左の別の軌道をつないでいます。カリフォルニアストリート線の車両が車庫との行き来で使うポイントです。あとはずっと下り坂かと思いきや、この先で再び上ります。右手には幹線道路の巨大なトンネルが。起伏の激しい地形は乗っている間常に感じられます。
ここが最後の峠です。奥にはサンフランシスコの海と有名観光スポットのアルカトラズ島が見えます。そしてこの景色からわかる通り、あそこで下り坂はさらに急になります。坂の中腹からは手前の港の様子が一望できます。交差点の奥で軌道は左に曲がっていますが、乗客が乗れるのはここまで。前の車両にギリギリまで寄せて止まります。車体の間隔はこの通り。グリップマンからは見えないはずなので、長年の経験で車体の間隔を見極め、ギリギリを攻めているようです。奥には折り返し運転用の車両が溜まっています。列車の間隔が開いているためか、結構ゆとりのある雰囲気が漂います。この転車台はケーブルカーの存続に尽力した女性フリーデル・クルスマンを偲んだ名称がついています。ここは海まで歩いて1分足らずで観光客に人気の場所です。街のシンボルとして愛されるケーブルカーですが、気がかりな点もあります。それがバリアフリーへの対応です。サンフランシスコがあるカリフォルニア州でも交通機関のバリアフリー化を進める法律があり、路面電車やバスではバリアフリー化が進んでいます。しかしケーブルカーはその構造上、バリアフリーに必要な低い床を取るのが難しいです。車両を大きくするとカーブを曲がれず、転車台にも収まらないです。バリアフリー対応用の車両を作って連結することもできますが、増えた車両を収納するスペースの問題や、転車台での操作が複雑になること、グリップマンの負担が増えることなど、課題も多いです。他の交通機関では車椅子スペースなどの設置が義務付けられていますが、ケーブルカーには例外措置もあります。一方、今後新たに製造する車両はそうもいかず、実質的に今ある車両でやりくりしなければいけません。見た目の割に新しい車両も多いですが、30年選手だといよいよ怪しいところです。また、小型の車両では一度に運べる乗客が限られる上、乗務員が2人いるので収益効率が悪いのも課題です。この効率の悪さが赤字の一因になり、日本でも路面電車の廃止が進む要因になっています。一般の路面電車ならワンマン化もできますが、ここでは現実的ではありません。1回8ドルという料金は、ここ数年で値上げされてきた結果ですが、古くなってきた車両のメンテナンスコストに加え、割高になる人件費を賄うのに必要なものです。サンフランシスコを象徴する乗り物であるケーブルカー、末永く走ってほしいものです。ご視聴ありがとうございました。